こんにちは、トミーです。今日のテーマは不要品の処分方法についてです。私のインテリアに対する考え方の基本は買うより捨てるです。過去の動画でもお伝えしていますが、部屋を整えるにせよ、クローゼットを整えるにせよ、まず不要なものを処分しましょうとお伝えしてきました。でもこの不要品の処分って結構困りませんか？ゴミとして処分するには少しもったいないかなとか、売れれば売りたいけどどうやって売ったらいいのか分かんないとか、私もこれまで結構いろいろ考えて試してきました。そこで今日は私がよくやる方法やよく使うサービスをご紹介したいと思います。その前に前提となる私の基本的な考え方を確認しておきます。まずなるべくゴミにしないです。ゴミとして出すのはもう最終手段だと思っています。でもかといって手間がかかるとなかなか続かないので、なるべく楽な方法が良いと思っています。この2つを両立できるような方法を紹介していきたいと思っています。それでは行きましょう。状態が比較的いいものを処分するときは、真っ先にフリマアプリのメルカリで売ることを考えます。過去には服、カバン、家電、食器などジャンルを問わずもう何十点と売ってきました。しかも思った以上に値段がついたりします。そして手間についても慣れてしまえば簡単です。手順を簡単に紹介しておくと、スマホのカメラで数枚写真を撮って出品します。そして売れたら梱包して近くのコンビニに持っていき、アプリのバーコードを使って発送します。発送が終わればアプリで処理します。これで完了です。大型の家具家電を早く手放したい場合はジモティーがおすすめです。冷蔵庫や洗濯機、ベッドなど大型の品物をメルカリで売ると送料が高くついてしまい、最終的に赤字になってしまうこともあります。ジモティーは地元で品物を取りに来てくれる人を探したり、欲しい品物を譲ってくれる人を探したりといった自宅の近くに住む相手と直接取引できる掲示板のようなサービスです。先日はいらなくなったベッドを処分する際に利用しました。投稿してから1日か2日ですぐにもらい手が決まり、自宅まで直接引き取りに来てもらいました。誰かに使ってもらうことでゴミを減らせるし、市町村に粗大ゴミとして出すより早く手離れできますので、いいサービスだと思います。新刊を除くと大方の本は買取業者に持って行ったとしても大した値段はつきません。なので寄付するサービスを利用します。二足三文で売るよりも社会貢献になった方が気持ちが良いです。過去に使ってよかったのは本を寄付するサービス、チャリ本です。これは寄付した本を販売して換金し、指定した NPO などの団体に寄付してくれるサービスです。使い方を簡単に紹介しておくと、まず寄付する先を決めてネットから申し込みます。すると宅配業者が自宅まで来てくれるので、段ボールに本を詰めて渡すだけです。この自宅まで本を取りに来てくれるっていうところが楽だし、何より自分の本が社会貢献、人の役に立つところがいいですね。たまに歩いていたらご自由にお取りくださいと書かれて物品が並んでいるのを見たことがないでしょうか。メルカリではあんまり値段がつかないんだけどゴミにするにはかわいそう、そういったお皿などはこの方法で処分しています。私はマンション住まいですが、初めてやってみた時は意外と2時間ぐらいですぐなくなっていて、結構嬉しかったのを覚えています。不要品をリメイクして他の用途で使うこともよくやります。例えば先日の動画でも紹介したように、使わなくなったシーツをリメイクしてカーテンを作ったり、
このキッチン下収納で使っているラックは元は使わなくなった無印のカラーボックスで、これを切断して使っています。またリメイクとまではいかなくても使う場所を変えることで役に立つこともあります。以前はこのように並べて本棚として使っていた棚を、本を減らした今はクローゼットの中で積み上げて使うことで備蓄品の収納棚として新しい役割が生まれ、役立てることができています。売れないし寄付にも適さない服はカットして掃除用のウエストにしています。特にこういったコットンの T シャツが吸水性があるので使いやすいです。家電を拭き掃除するときに使ったり、フィルターを掃除するときに使ったりと、いろんな場面で使えるのであると結構便利です。はい、いかがだったでしょうか。今回はなるべくゴミにしない不要品の処分方法を紹介しました。紹介した方法はいずれも慣れると簡単なので、うまく活用できるとどんどん断捨離が加速して楽しくなってきます。もし何かもっと良いサービスなどがあれば、ぜひね、コメント欄で教えてください。それでは今日はここまで。終わり。